こんにちは。2025年になって一発目の動画です。明けましておめでとうございます。本当はね、もうちょっと早く動画撮りたかったんだけど、年明け家に一人のタイミングが全然なくって、こんな遅くなってしまいましたが、今年もよろしくお願いします。今日はね、2025年のウィッシュリストをこのプロッターの M5 サイズの手帳に書いていこうと思います。ウィッシュリストの動画、去年も正月明けに出したんだけど、去年のウィッシュリストはここだこんな感じで、去年の動画でも説明したんだけど、私よくほぼ日ウィークスとかそういう手帳についてる100個のウィッシュリストっていうのが全然書けなくって、こんな感じで M5 のリフィルに後でどんどん書き足せるようにゆるくウィッシュリストを書いてます。で、そういうゆるいウィッシュリストは2023年からやってました。2024年のはこんな感じ。ちょっと先にこれにチェックを入れてから2025年のウィッシュリストを書いていこうと思います。じゃあこれお気に入りのナスペンケース、どうしよっかな。この中に入ってるの全部フリクションなんだけど、フリクションスリムか、これついこの間買ったフリクションシナジーノックの 0.3 ミリ、これかどっちか使っていこう。これ書いてるのはアシュフォードの Don't Forget Refill です。これお気に入りでよく使ってるんだけど、これです。もう残り少なくなっちゃったけど、もう一つ予備があるので大丈夫。これに書いてるんだけど、まず YouTube3500 人は9月23日に達成してました。ここのね、年月日は達成した日付を書いてます。日付があるものは日付を書いてます。3000人がいつだったんだろう。3000人が2023年の12月でした。で、私2024年の最初半年くらい YouTube 更新してない時期があったんだけど、それで3500人いって、今日の時点で YouTube 登録者数3966人。2024年の年末4000人ギリいけるかいけないかなと思ってたんだけど、ギリいけなかったね。あと40人くらい惜しいまあでも2024年の初め半年くらい更新してなかったのを考えたら全然いけてる方だとなのでこれはいけなかったのはバッテンしようかな。去年も2023年のやつもできなかったのバッテンしてたのからバッテンしよう。で、インスタも全然更新してないからフォロワーが全然増えない。今年はいたわってた。で、体重を42キロまで減らす。最近測ってないけど減ってる気がしないからバッテン。ここハングル書けるようになるとハングル読めるようになるは文字、本当の簡単な文字なら読んだり書いたりできるから、これはチェックしとこう。本当に日本語で言うとひらがなを読める、簡単なひらがなを読めるレベルくらいにはなりました。で、カフェ手帳は何回かしたし、これができなかったね、社内カフェ手帳。
私9月に東京に引っ越してきたんだけど、東京に引っ越してから自分で車を運転することが全然一回もなくなったから、これはちょっとまた田舎に引っ越すまでできないな。で、スキズのライブの現場に行けたので、これは11月の14日忘れもしない東京ドームで、ライブビューイングが11月14、15、17か17日東京ドームの最終日と、あと大阪京セラドームも全部ライブで見たから、これは花丸をつけたい。で、ライブ配信も韓国のライブは配信した。それ日付忘れちゃったな。まあいっか。で、タワレコ HMV でアルバムを買ったし、そこでラキドロって言ってアルバムを買うとトレカを自分で弾けるやつ、それもやったし、編み物も本当に去年一昨年くらいから販売しようと思って、やっと重い腰を上げて、この縫い用のものだけ何個か出品し始めました。で、これ革の手帳を買わない、これ達成できた。2024年革の手帳を一冊も買いませんでした。すごくない？最後に革の手帳を買ったのが2023年の8月、このプロッターのプエブロレットの、これは M5 なんだけど、これと同じ色のミニロクを買ってから革の手帳買ってない。すごくない？こんだけ2021年2022年こんだけ買ってたのにいきなり買わなくなった。本当に今プロッターがお気に入りすぎて革の手帳買わなくなりました。すごいね。で、あと会場限定の CD を買う。これもストレイキッズのライブ会場に行って CD を買うのができたから OK。 こんな感じで全部で17個書いてたんだけど、そのうち12345678910111213個達成できてました。こんな感じでゆるく書いてるので、これをまた2025年バージョンを今から書いていきます。2枚出てきちゃった。1枚で間に合いそうだけどまあいっか。で、ウィッシュリストの下書きをこんな感じでしておいたので、これを見ながら、去年のやつも見ながら書いていこうと思います。去年のよし、こんな感じで、これ何個書いたんだろう。去年より多い。東京に引っ越してきて行きたい場所が増えたので、それ系が多くなってます。まず何からいこうかな。最初は YouTube のことを書いてたから、 YouTube のことを書こう。 YouTube4000 刻んでいこう。 YouTube4500 人で YouTube5000 人いけるかな。いけなそうだけど、まあ別に達成しなくてもいいかな。1年でだいたい1000人くらい増えてる。去年から見ると
1000人いけるかな、わかんないけど。で次、インスタもここでは4桁フォロワーって書いてたけど、ここも刻んでいこう。インスタ900人、今何人だっけ。今800後半くらいだったような気がする。あんまりインスタ見てないからさ、全然今何人か分かんないんだけど、インスタ865人でした。なので900人と1000人書いとく。去年の年末インスタ何人だったか全然記録してないからあれなんだけど、目標として1000人、全然更新してないけど、年明けましておめでとうも更新してないんだけど今この動画出してからか出す前か投稿しよう。であとはここ腰をいたわるは今年もで、腰痛持ちなので腰は大事に、腰をいたわる。であとは行きたい場所、欲しいもので分けて書きたいから、勉強系、体のこと、これか。ピアスを開ける、どうしよう。開けるピアス、これね、私の推しが去年の11月にピアスを開けまして、左耳に。だから私も最近開けるかどうかずーっと悩んでるから、ここにとりあえず書いときました。どうしよう。今ピアス1個も開いてなくって、でもこれまでの人生で開けようと思ってたことは何回かあるんだけど、開けた後の手入れがめんどくさいなと思って開けてなかったんだけど、ここに来て開けるかもしれないどうしよう、開けちゃったら。あと勉強系にしようか。ハングル、去年はハングルの書けるようになる、読めるようになるだったんだけど、今年はハングルの文章を読んだり書いたりできるようになりたいなと思ってるので、それを書こう。ちょっとよし、こんな感じでいいようになっちゃったけど、これめっちゃ細く書ける。フリクションの 0.3 ミリいいね。であとは見たいところ、行きたいところ、これにしよっかな。川の手帳、川の手帳、ここで1冊までって知ったんだけど、2冊今欲しいのがあって、プロッターのシュリンクの黒の M5 サイズが欲しくて、それかトラベラーズノートのレギュラーサイズの東京バージョン
それが欲しくて、どうしよう、どっちか1冊にするか2冊にするか、どうしよう、2冊までにしようかな。去年買わなかったからその分買ってもいいということで2冊までにします、今年は。あとはだいたい行きたい場所だな。これか YouTube ライブをする。ここに書けばよかった。もういいか。YouTube ライブをする。あとはこれか、行きたい場所を最後にまとめて書こう。リスチ編み物をここ数年、去年一昨年あたりからしてるんだけど、まだ自分で着る服とかは編んだことがないから、今年は服に取り掛かろうかと思います。大きいものが編めないんだよね。カバンくらいが精一杯、途中で飽きちゃうからで、あとはどうしようかな。じゃあここから行きたい場所コーナーになるかな。オタク系、スキズ、スキズを最初に書こう。スキズ、スキズファンミーティング。日本で今年もファンミーティングやると思うので、それに行きたい。韓国は行けないから配信で見る予定なんだけど、で、スキズライブ東京で、今年は関西に遠征も行きたいので、大阪でライブビューイング。遠征が行けなかったらライブビューイング。で、韓国のライブの配信を見る。これはね、2月にファンミーティングが決まったので、2月14、15、16日2月16日に達成できる予定です。なんか韓国のライブとかでも映画館でライブビューイングしてほしいんだけど、家で見てると落ち着かない体になってしまったかも。ペンラを振りたい。人の目を気にせずに。で、あとスキズ系はここか。あとは K-POP の合同コンサートに行きたい。いろいろ見たい。合同にで、ストレイキッズ以外にハマってる韓国のアイドルがエンミックスとキオプなんだけど、その2組を見たい。
NMIXX もうそろそろ1月11日12日だっけに日本でライブするんだよね。行きたかったんだけど行けない。今回は本当に行きたかったんだけど行けなくてめっちゃ悔しいんだけど、今年来てくれるということは日本デビューもあるのかなという感じがしてるので、NMIXXの皆さん日本デビューしたら行きます。行かせて、本当にマジで行きたい。で、記憶を生で見る。本当にこの2組はライブに行きたい。ライブに行くか、この報道コンで見るか、生で見たい。本当に見たすぎる。で、あとはこの下に書いとけばよかった。まあいいか。オフイベ現地に行く。オフイベストレイキッズの皆さんが日本でオフラインイベントをやるので、今年まだいつかは日程出てないんだけど、空気を吸いに行こうと思って当たってないんだけどね。オフラインイベントで何があるんだっけ、ハイタッチ会とかサイン会とかミーグリとかそういうのがあって、私は全然当たってないんだけど、ホイベの会場に行って、で会場で限定トレカがついた CD を売るので、それをゲットしに1回くらいは行こうかなと思ってます。どんなもんかね、行ってみたいんだよね。で、同じ場所の空気を吸いに行きます。ストレイキッズと。で、あとスキーズ関係、これだ。横浜で MV を撮った聖地があるので、そこを聖地巡礼したいんだ。横浜普通に行きたい。中華街とか。ゼアって合ってるよね。今更だけど。で、あとはオタク系は書いたか。これか。システム手帳サロンと文具女子博に行きたい。システム手帳サロン去年もね、日程的には行けたんだけど、人が多いし買うお目当てのものがなかったから行かなかったんだよね。で、文具女子博だよね。女子文具博かどっちか分かんなくなるんだけど、文具女子博、私女子ってうまく書けないんだよね。どうやってもなんか好きになっ
話して書くんだけど、なんか女がうまく書けない。女がうまく書けない、女のくせに。しかも吐くも間違ってる。なんか喋りながら書いてない。全然うまく書けない。こうでした。文具女子博って年末しかやってないの？もしかして。この間ちょっと調べたんだけど、年末だけなの？ちゃんとなんかポップアップ的なあれじゃないのは。それも全然知らなかった。全然田舎に住んでた時は行けるとも思ってなかったからさ、全然開催時期とか全然知らなかったんだけど、年末だけだったんだ。行けばよかったな。で、あとはこの辺お笑いライブに行きたくって、令和ロマン M1 2ランプめっちゃ面白かった。令和ロマン、見に行く。ルミネ座吉本とかだよね。行きたい。で、あとはエレガント人生とレインボーが好きなんだけど、お笑い芸人の中で単独ライブをね、結構毎年やってるイメージがあるから、次単独ライブあったら行きたいな。令和ロマンは劇場でいろいろな芸人と一緒に見たいんだけど、エレジンとレインボーは単独ライブに行きたい。エレガント単独、よし。で、あとは行きたいとこ系、三鷹のジブリのあれ、ジブリなんだっけ、ジブリ美術館、いっつもね分かんなくなるんだけど、三鷹ジブリ、三鷹の森ジブリ美術館だ。ちょっと見ないと書けない。ジブリ美術館、地味にちょっと遠い、行きづらいところにあって、うちからいつ行けるかな。地味になんかアクセスが悪い。同じ東京なのに1時間半くらいかかる。今調べたら東京って意外と広いよね移動に時間がかかるよね。あ、でも車で行ったら1時間くらいなのか。車の方がいいのかな、三鷹って。車だと私自分で東京運転できないから連れてってもらうしかないんだけど、行ってみたいな。で、あとは藤子 F 不二雄ミュージアム、藤子 F 不二雄ミュージアムも意外と地味にかかるけど行きたい。富士
であとなんか東京にハリーポッターのなんかがあるって聞いたんだけど、それどこ？あ、これだ。ワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターというところ。ハリーポッターのめっちゃグッズがある魔法どころ赤坂ウィザーリングワールドストリート店があるんだけど、ここでもいいじゃん。赤坂行ったことないけどまだ。あれ横浜にもある魔法どころいっぱいあんじゃん。日本の学校だよね。魔法どころいっぱいあんじゃん。行きたいんだけど、この1時間半くらいか。めっちゃ行きたい。めっちゃ行きたい。ここ予約制なのかな。予約制っぽいよね、こういうところって。めっちゃ行きたいんだけど行こう。今年誰か一緒に行きません？ハリポタ好きな人。なんてここハリポタスタジオツアーでか。なんか何年かに一回絶対ハリーポッター読み返したくなる時があって、一昨年くらいかな、全部読んで、だからもうそろなんかハリーポッター全部読むか映画見るかしたくなる時期が来る多分定期的になんか読みたくなる。であとこう場所か、池袋と新大久保に行きたくって、池袋に行く。新大久保に行く。私都心に出る時ってオタ活の時しかないから、スキズのオタ活大体渋谷でやってるから、渋谷までしか行ったことなくて、渋谷を越えて新大久保と池袋に今年は行きたいと思います。東京にいるうちにね、行っとかないとね。こんな感じで書けました。2枚出しといてよかった。去年の倍くらい書いてんじゃん。これ1枚で13個書けるから26、27、28、29、30、31、32、33、34個今のところ書きました。すごい増えた。2025ウィッシュ。やっぱ田舎にいる時より東京にいる方が行きたい場所とか見たい人とかが増えるから急に増えたよいしょ。これを閉じて一つでも多くここにチェックを入れられるようにしたいと思います。でも大体遊びのことしか書いてない。遊びしか書いてないね。そういえば遊ぶことしか考えてない。いつ東京から引っ越すかわからないから、いるうちに遊んどかないといけないから、遊びの予定が多くなりました。まあでもちゃんと勉強のこととかも書いてるしね。まあで
またこういうことしたいなとか思いついたらまたここにどんどん書き足していくスタイルで今年もやりたいと思います。去年できなかったことで書いてないこと、なんか体重はもうちょっとここに書いててもやらないということが分かったから、2年連続でバッテンついてるからさ、3年目も書いたってやらないだろうって諦めました。こんな感じで本当にゆるいウィッシュリストができました。こんな感じ、2025年はこんな感じで過ごしていこう。なんかもうちょっといいこと書きたかったなもうちょっといいことを書きたかった。遊びのことだけじゃなくて意識高い系の漢字を書きたかったけど、そもそも私が意識低い系だからそういうことはそもそも書けないんだった。残念ながら意識低いゆるいウィッシュリストになりました。まあいいよね。でも別にやりたいことをやろう。今年もやりたいことをやります。あとなんかあるかな。特に本当に、YouTube の更新頻度を上げたいっていうのはあるんだけど、週2くらいで毎週やりたいんだけど、まあできたらやろう。YouTube ライブもなんか定期的にやりたいんだけど、お昼とかでもいいかな。やれる時にやろうかなと思いますじゃあこんな感じでウィッシュリスト完成したので、また今年も1年よろしくお願いします。ウィッシュリストに YouTube の更新滞らないようにするって書いとこうかな。また急に半年更新しなくなるかもしれない。まあいっか。好きな時に好きなだけ更新していこうと思うので、更新されたら見てください。更新なかったら時間がないか飽きたかしたんだなと思ってください。ではこの辺で動画終わりたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。また使ってる手帳の中身とか、今年使う手帳とか動画撮ろうと思ってるので、よければ見てください。ではじゃあね、バイバーイ。